こんにちは。株式会社デイビーパワーズのアルガです。これよりセッション IDU-09 北海道のお米をもっとおいしく、このセッションを始めていきたいと思います。まず自己紹介をさせてください。私アルガ博之と申します。株式会社デイビーパワーズというクラリスパートナーの会社で今働いております。弊社はこのようにクラリスパートナーであったりとか、もしくはアップルコンサルタントネットワーク、こういった形で事業を展開しておりまして、ここ10年ほどはキャンパスプログラムという形で大学生、高校生、そういった方々にファイルメーカーというアプリケーションを使って機械学習やあるいは PBL といった問題解決型の授業、こういったものを学生向けに展開しております。基本的には本社は北海道札幌市に置き、北海道をメインのターゲットとしておりますが、北海道からのリモートワーク、これらのネットワークメンテナンス、もしくはリモートメンテナンスを中心にやっております関係上、北海道にとどまらない事業展開をしております。加えまして弊社では創業以来25年になるんですけれども 100% リモートワーク、これを実現しておりますので、弊社北海道に3人ほど社員がいますけれども、それ以外にも全国、本州、東海地方、関西、四国、あるいは海外といったところで同じように仕事をして事業を展開しております。本日ご紹介したい事例といたしましては、まず北海道を中心にお米を生産している研究している開発機構さんより五十嵐さんをご紹介したいと思います。私は今からほぼ30年ほど前の学生時代に初めて北海道に住み始めてお米を食べ始めたわけですけれども、当時と今のお米とはもう明らかに味が違い、この約30年間のお米のその改善ぶりには舌を巻くほどです。ファイルメーカーで事業を始めてしばらく経った頃にこの五十嵐さんとお知り合いになりまして、この五十嵐さんが実はファイルメーカーを利用してこのお米の味の改善に大きく関わっているということを知りました。さらにこの数年この五十嵐さんと話をしていく中で、この事例をぜひファイルメーカー業界含めて全国の皆さんにお伝えしたいと思い、今回皆さんと一緒に五十嵐さんのお話を聞きしたいというふうに考えております。ではこの後五十嵐さんを紹介したいと思います。五十嵐さん、よろしくお願いします。アルガ様、ご紹介ありがとうございます。私はですね、何者かっていう話をちょっとしたいと思うんですけども、ここにあるのは若い時の沖縄での一シーンですけども、別にこういうちょっとやさぐれた人ではなく一般の研究者なんですけども、研究員っていうとなんかすごい硬いイメージがあってですね、今日も今お客さんの顔を見ますと随分こう硬い表情で聞いてらっしゃるんですけど、もう少しリラックスしてですね、その前に自分がリラックスしろっていう話なんですけど、ちょっと自己紹介させていただきます。私はですね、ここにありますように、北海道職員でした。1990年に入った頃は。でそれからですね、この地方公務員にもその公務員削減の波が来まして、今は地方独立行政法人っていうエージェンシーになってですね、細々と研究しているっていうことです。ただその間ですね、この30年間やることは一貫として変わらずですね、皆様の食卓においしい農産物を届けたい、その一心でですね仕事をしてます。で私の担当は何かと言いますと、お米の育種ではなくて栽培とか土壌肥料とか品質食味、そういう品質も含めたですねトータルのいろんな研究をさせていただいております。で今日はですね、このファイルメーカーの話に入る前に皆さんとお米についてもう一度見つめ直していきたいなと思います。で現在お米の消費量、皆さんどのくらいかご存知ですか？
現在お米の消費量1人当たり年間50キロです。ピーク時は113キロありました。それからもう年々減り続けてですね、1年間に10万トンぐらい消費が減っているっていうような状況になってます。で、今日皆さんお米を食べた方、手を挙げていただけますか。さすがこのセッションに来ている方だけあってですね、お米に興味があると見えて、ほとんどの方がご飯を食べていただいてありがとうございます。ただですね、会場全部埋まってるわけにはならないので、多分アンチ米派のパンのグループとか麺の方が他のブースに行っちゃってるのかなということでですね、このように食生活の変化、これがですね、大きくこの米の消費量を減退させている一つの要因となっています。とは言ってもですね、この米の消費形態の多様化ということに対して流通業界もそれに飲み込まれておりましてですね、米の流通の変化っていうところで、今まではお米をなんとか皆さんに安定して供給するために政府が買い上げていろいろ支援して生産していただいて、米を安定的に供給していた。それがですね、崩壊しまして、今市場原理が働いておりまして、そのために生産者の方々は売れる米作り、どうやったらお米を買ってもらえるだろうか、どうやったらおいしく食べてもらえるだろうか、ひたすらそればかり一生懸命考えてですね、各産地おいしいお米ばかりに今なってます。でそれによって産地間競争っていうのが激化しておりまして、で最近暑いですよね。お米って暑いの実は苦手なんです。それでいいお米がなかなか生産できなくなっている、一等米のお米が少なくなってきている、そういったことを受けましてですね、昨年の夏とうとうですね、米不足ということで、今年の夏皆さんお米買えました？お米買えなくて困ったっていう人手を挙げてもらえますか。もう一回恐縮です、ね、皆さんお米供給がなくなると困りますよね。やはりそういうところで、私はそういうのを安定的に供給するための研究している身としては非常に歯がゆい思いで、申し訳ないなっていう思いで研究しております。でこの米の食味が多様化しているってどういうことかっていうことなんですけども、こちらに業務用、中食、内食という3つのカテゴリーを示しております。で業務用っていうのは言葉からなんとなく業務で使われているお米かなって思います。で中食っていうのが弁当とかおにぎりとかでよくコンビニとかで買ってお昼ランチ取っていただく、そういうような使い方。あと内食っていうのはこれ家庭用で食べるお米っていうことですね。でこの中で北海道米がどういう位置づけだったのかっていう話をさせていただきますと、北海道はですね、残念ながら魚沼コシヒカリのようなですね、美味しいお米ではなかった。先ほどアルガさんがお話しされたようにですね、昔の北海道米は厄介道米と言われたぐらいですね、猫もまたいで通るっていうような、そういうような揶揄をされました。なのでなんとか美味しくしたいというところで、これからはですね、個食が増えていく、そういった意味ではコンビニの弁当でも採用されるような冷めても美味しいお米、そういうのが求められるだろうと。あと家庭内で食べるお米はやはり高級なブランド米で毎日美味しいお米を食べたい、そういう需要に応えたいっていうのが北海道米のこれからの目標ということで定めてまいりました。でさて、そのお米の美味しさ、そういったものはどういうもので決まるのかっていうお話をですね、これからちょっと時間を割いて説明させていただきます。お米の美味しさって今聞かれて何が指標になるかなって多分考えていらっしゃるかなと思うんですけども、実にいろいろな要素があります。甘みだったり粘りだったり香りなのかなとかいろいろあります。でここに示したのはほんの一例ですけども、外観やはり白くて艶があってピカピカしている。あとこのかぐわしい香りがしてですね、食欲をそそるような香り。あとは口に含んだ時のほのかな甘み。あと噛んだ時の硬さや粘り、柔らかさ。あとそのほのかにあったかいぬくもり。そういったものを通じてですね、私たちはご飯を無意識なうちにこのご飯おいしいっていうふうに感じています。
これをちょっと科学的に分解すると、このご飯のおいしさというのは口当たり、粘り、味、あと柔らかさ、つや、白さ、香り、こういったものになります。ただ最近ご飯をまとめて炊かれる方もいて、ご飯が冷めちゃうとやっぱりおいしくないよねっていうことがあると思います。でこのご飯が冷めるとおいしくないっていう現象ですね、これ私どもちょっと専門用語になりますけど、老化と呼んでます。決して我々の年齢が年取って老化するっていうのとはちょっと違うんですけども、老化してその食味が低下するということになります。でこの老化っていうのはどういう現象かっていうと、お米の中身にはでんぷんが含まれていて、そのでんぷんが水と熱で海苔になって初めてご飯になります。そのでんぷんの成分の中に含まれている成分にはアミロースっていう成分とアミロペクチンっていう2つの成分があります。でこのアミロース含有率が多い米は老化しやすいというふうに言われています。今日この会場に来た方はお米にはねアミロースっていう成分があるんだよってちょっと自慢してください。でこのアミロースっていうのがですね、北海道を含めて全国いろいろ調べてみますと、北海道が 21.5% もあって高いと。でなんで高いのかっていうのを調べるとですね、この冬熟温度と読みますけども、これはお米が実る時の時期の温度です。お米の花が咲いて収穫するまで、この期間の冬熟期間、この温度が低いほどこのアミロース含有率が高くなります。これが一つ北海道のお米が美味しくない要因でした。で他にもいろいろ成分を調べていくと、タンパク質含有率、私たちの体を作る上でも重要なタンパク質、これがですね多いほど味が良くないっていうことが分かってきました。でこのタンパク質とアミロース、この2つの成分を指標としておいしいお米はどれかなっていうのを毎年私たちはその育種で選抜する中で選んできました。それで研究をしてですね、30年ぐらい経ってやっと満を持して登場したのがこのゆめぴりかというお米です。首都圏の方だったらそのマツコ・デラックスさんの CM をご覧になった方もいらっしゃると思うんですけども、この北海道米ゆめぴりか食べたことがある人、もう一度手を挙げてください。半分ぐらいいらっしゃいますね。今日ぜひこの会場に来られた方はあのファイルメーカーで作ってるゆめぴりか食べてみようっていうことで、ぜひお買い求めください。でこのゆめぴりかの特徴ですけども、アミロースが適度に低いんです。もう最高の柔らかさと粘り、これはもう絶対間違いなく保証します。もう冷めても老化しにくいので、お弁当に詰めてもツヤがピカピカしてて、しかも柔らかくて粘るということで、冷めても美味しいお米です。でこの美味しいゆめぴりかを届けるために、私たちはさらに科学的に裏付けされた食味の品質基準っていうのを作っています。この基準を守るためにどうやるかっていう話をこれからしていきます。でこのアミロース含有率、白で示しているのがアミロースですけども、これが 19% 未満の時にはタンパク質含有率を 7.4%、 アミロース含有率が 19% 以上では 6.8% 以下、こういう2つの基準を作っています。で皆さんにおいしいお米を作るためにこういう厳しい基準をしっかり設けているお米は全国的にも珍しくて、ゆめぴりかの取り組みが唯一です。でこの基準品どのぐらいあるのかっていうのを収穫前に早く知りたい。これは皆さんに安定的に供給するための一番の課題です。今年基準を満たしているゆめぴりかがどのぐらいあるんだろうか、東京の皆さんに届けるだけの量があるんだろうか、それが一番この流通の重要なその課題になるわけです。ではこの品質管理、実需に対応した品質管理をどうやって行うかということです。で今
気象データについてはかなり入手しやすいような条件が整備されておりまして、農研機構さんの方で開発されているメッシュ農業気象データというような農業向けの気象のデータベースが整備されています。で、この気象データを使って米の品質を予測できないだろうか。で、これで出荷基準の数量を予測できないだろうか。で、これを通じて流通販売計画に活用できないだろうか。そういうことを考えて研究しています。で、具体的には任意の地点の気象データから品質を予測する。このために開発ではこのクラリスファイルメーカープロを基盤にして開発を進めてきたと。で、その運用にあたってはクラリスファイルメーカー Go を活用して実際の実需者となる農協の方や北連の方が iPad とかで今年はどうなのかなっていう見やすいようなシステムを提供しよう、そういうことを考えて研究しています。で、この気象データに基づく品質のみならず、その生育稲が穂が出る時期がいつなんだろうかとか、あとアミロースの含有率がどのぐらいだとか、あと不燃不合がどのぐらいだ、タンパク質がどのぐらいかっていうようないろんな情報をですね提供できる可能性を秘めています。で、そこでまず一つの事例としてアミロース含有率の予測についてお話しします。で、先ほどの日本地図で示したようにお米が実る時期の気温、この当熟期間の気温とアミロースっていうのは負の相関関係があり、この左の図に示したようにですね、出水期後、稲の穂が花が咲いて結実してから24日間の平均気温が高いほどこのように低くなるという関係が密接に認められます。で、これによってこの式によってですね、予測のアミロースと実測のアミロースはよく一致したような感じで予測が可能だということで、この出水期が分かって、それから出水期後24日間の温度が分かればアミロースが予測できるぞということになります。さて、このためのステップはどう考えたらいいでしょうかということなんですけれども、まず田んぼにその稲を植えていつ穂が出るのか、その出水するのかっていうこの出水期を予測しなければなりません。で、そのために移植日を0.1 として、そこからですね生育のモデルを作って、毎日のその温度ですね、日平均気温の温度から発育速度というものを求めてですね、それを積算していって1になった日を出水期だよというようなモデルを作っておりまして、その発育指数が1になったら出水期だよというようなプログラムというか、そういう計算をですねファイルメーカーで作っております。で、これによってですね移植日を入れて位置情報が分かれば、その位置情報に付随した気象データをダウンロードしてきて、その気象データに基づいてあなたのところは出水期いついつですよっていうのが計算することができます。で、これで出水期が分かりました。で、ここからそのアミロースの予測ですけども、アミロースはこの当熟温度が分かれば予測できるので、出水期が分かればこの当熟期間の温度が計算できます。つまり移植日と毎日のこの平均気温が分かれば出水期が予測できると。で、出水期が分かっているので、それに基づいてアミロースが予測できるということで、かなりですね複雑な過程で計算しております。で、これをですねExcel 使ったりとか何とかしていろいろやろうとすると結構面倒くさい計算が行われます。そこで私たちはこのファイルメーカーを使うということで研究を進めております。で、これでなんとか予測システムができそうだということで、この流れをもう一度おさらいしますと、移植日と位置情報を入力するだけすると、平均気温が
取得されて、この DVR という発育予測モデルから出水期が計算されて、等軸温度が分かってアミロースが計算されるという流れになります。でこれを実際に作ったのがここに示したアミダスという、アミロースを出すからアミダスっていう名前なんですけど、本当はもうちょっと英語で違うことの意味が書いてるんですけど、アミダスという名前をつけています。でこれでここにありますように、移植日等を入力するだけでですね、栽培地の情報からそれに付随した気象情報に基づいて計算して予測値を出していただけるというものです。これかなり精度過去何年間検証してますけども、これはうまくいっている事例です。でさらにこの味気もそっけもないところを現代風にですね、農研機構の北海道農業研究センターの根本様のご協力によりまして、より近代的なそのビジュアルっていうんですかね、アプリにもう少し作り変えてもらっています。でここでは任意の地点情報の登録の画面であったり、さらにその圃場の位置を確認するためのこの Google マップからのその衛星画像の写真を載せる、あとそれに基づいた気象のデータとかが表示されるようにですね、さらに充実した内容になっております。でこのようにですね、農業現場においてもそのクラリスファイルメーカーを使ってこのようにファイルメーカー Go で実装してですね、確認できるようなアプリが簡単に素早く実装できるっていうのは唯一無二のシステムかなと思います。でこれはなかなか他のデータベースのソフトではなかなか実現できない、まさにそのアジャイルな開発を進めるにふさわしいシステムかなというふうに思っております。ではここからが今日の課題になります。タンパク質含有率の予測はどうしたらいいのか。タンパク質含有率の決定要素っていうのをここに示していますけども、タンパクっていうのは窒素でできてるんです。窒素っていきなり元素の話されても困るよねっていう話なんですけど、タンパクもう一回分解するとアミノ酸でできていますって話で、アミノ酸の中には窒素が入っていますっていう、だから元をたどると窒素ですっていうことなんですけど、で肥料の3要素って窒素、リン酸、カリってあるんですけど、その我々お米を育てる時に窒素質肥料、窒素を肥料として与えるんですけども、その肥料の他に土壌からも供給される窒素っていうのがあって、肥料由来の窒素と土壌由来の窒素、2つの窒素を合わせて吸収して、それでお米のもみの数が決まったり、その結果収量が決まったり、お米の中に含まれるタンパク質含有率が決定していくということになります。でこの間、この窒素の吸収過程においては、生育期間全体を通してですね、さまざまなその気象条件、雨風が吹く中、稲が大きくなっていく過程、すべての過程がですね、全部影響しています。ですからなかなか先ほどのアミロースを決定するようには簡単にはいかないということがこの図を見てもちょっとわかるかなと思います。非常に複雑な経路を経てタンパク質含有率が決定しています。でもこの複雑でなんだかややこしいなっていうところでですね、待てよと、最近なんか AI っていうのを聞いたことあるなっていうことで、何でもなんか AI に入れればなんとかできるだろうって安易な考えなんですけど、ちょっとやってみようかなというところですね。で AI っていうのがいっぱいいろいろこう巷では情報と流れてるんですけども、 AI っていうのは包括しているもので、中には深層学習であったり機械学習、そういったものをこう含めてみんな AI と呼んでます。で今回この中で挑戦しているのは機械学習になります。位置情報とタンパク質含有率が分かってて、さらに気象のデータも揃っている、そういうデータをですね、北海道は
30年間1キロメッシュ単位でおいしいお米を届けるためにコツコツデータを集めてました。実はそのデータがなければ実現できない技術なので、今日そのお話を紹介します。で、タンパク質含有率の予測アプリを開発するためには、その学習データが必要です。そのデータは私たちが幸いなことに持っていました。じゃあそれを使って開発しようと思ったときにですね、iPhone、iPad 用のアプリを私たち研究員みたいな素人がですね、プログラミングできるはずがないんですね。で、私たちはその農業系の研究員で、いろいろ稲刈りもしなきゃいけないし、収量調査もしなきゃいけないし、時間的な余力も能力もありませんというところで、ではそれをクラリスファイルメーカーでできないでしょうかというところから今回チャレンジしましたと。で、機械学習の準備としてまずデータの準備、これが必要になります。で、これには30年間貯めていたデータがありましたので、これをまず集めてデータセットを作るところから始めました。で、そこでですね、ファイルメーカーに無理やりこの気象データ、取ってきたデータをですね、全部流し込んで、30年間分の我々が持っているメッシュデータの気象データを積み上げたら、レコード数が5305万レコード。ものすごいデータ量になってしまって、なんか遅いなとかって、それはそうだろうっていうような感じだったんですけど、それはそれでなんとか入れたんで入ったんですけど、これ Excel で計算しようと思ってデータ寄せようとしても無理なんで、ファイルメーカーだから入るなっていうので、無理やり入れたんですけど、それで今度はその全処理としてタンパクのデータとか、あと調整したりいろいろしてですね、そのタンパクとその気象との相関関係をいろいろ統計的に分析して、その特徴量、そのタンパクを説明するにふさわしい気象はどういう気象なのかというのをですね、計算する必要があります。で、その計算するにあたってもですね、例えば出水してから10日間の平均気温を計算してくださいというようなことをですね、ファイルメーカー上でやるんですけども、それをですね、私は何かを間違ったみたいで、リレーションシップでなんかそれを無理やり計算してしまったんですね。で、計算結果は出るけど、それいざ吐き出そうと思ったら永遠と出てこない。そりゃそうですよねっていう、一回一回全部計算しながらもう一回吐き出すから1日かかります。でもその仕組みを考えるよりも1日待った方がいいかなっていうので、最近は1日ずっとそのまんまはい、今日は出力するだけっていうような、そういう日がありました。で、そういうことで、なんとかデータを作りつつモデルを選定し、でモデルの学習をさせて評価をしようということになりました。で、そこで今回使ったのはその Apple の X コードの CreateML でやってみるということで、テーマとしては気象データから北海道米のタンパク質含有率を予測するという、実にシンプルなものです。で、タンパクを、区分を予測するためにはどうしたらいいかということなんですけども、ここに種まきの種の絵がありますけども、種からですね、このように稲が育っていって7月ぐらいに花が咲くんですね。で、それから8月9月にかけて稲が実っていくんですけども、この花が咲く時期前後で、花が咲いて実り始める時、この区間がですね、非常に重要だということに気づきました。ですからこの辺の気象データをちょっといろいろ漁ってですね、いろんな関係を見てみようということです。で、気象データこの他にもいろいろあるんですけども、とりあえずいろんな気象データをたくさん用意して、これを機械学習させて、で目標とするのは、今ゆめぴりかのタンパクの基準っていうのが
7.4% 以下が基準内なんですけども、さらに細かく分かれていて 6.8% 以下、6.8 から 7.4%、あと 7.4 から 7.9%、8% 以上というようなことで4つの区分があります。でこの区分分けをですね、機械学習で計算させてみようということになります。で X コードの CreateML の機械学習っていうのはいろいろあります。カテゴリカルな値と数値の場合と2つ大きく分けられていて、それぞれ分類する機械学習のセットがここにあるようにランダムフォレストとかブーステッドトゥリーとか決定木とも呼ばれているような手法が多く入っています。あとサポートベクターマシンとかですね、ロジスティック回帰分析とかそういったものも含まれていて、かなり主要な手法については含まれているなというところです。で今回その4つの区分を数字に置き換えて4つ分類ありますけど、それぞれを1234というふうに数字に置き換えて検討したということです。でこの間ですね、私がちょっとつまずいたっていうところは、このクラリスファイルメーカー Go でどれが使えるのか全然情報がないっていうか、私の探し方が悪いんでしょうかっていうぐらい、せっかくこういうふうに用意されてるんでしたら、何がどれが使えるのかっていうのをせめて教えていただけるとありがたいかなというふうに思っています。でそれでですね、実際モデルを作るということでどのぐらいの手数がかかるのかなと数えたらですね、14ステップで機械学習のモデルを作ることができます。もしやられたことがないっていう方はですね、今日この講演聞いてちょっといろいろデータ集めてみてやってみると意外と簡単にできるのでやってみたらいいかなと思います。で実際のですね手順として、この X コードのこの CreateML っていうところを選ぶとですね、このような右側の画面のようなものが出てきて、今回はその表形式のデータなので、このテーブラーリグレッションっていうやつを選んで選択します。するとこのような画面になりまして、トレーニングデータは何ですかと聞いてくるので、ここでchooseっていうところでファイルをCSV ファイルを読み込んであげると。でさらにその目的とするターゲットはどれですかと。であと特徴量はどれとどれですかっていうのを丸2番で選択する。でその手法はどういう手法を使いますかということで、今オートマティックが選択されてますけども、ここの部分でそのランダムフォレストを使うとかいろいろ選べます。あとトレーニングだけでなくてテストのデータがある場合はテストのデータを4番目に入れるというようなことで簡単にですね実行することができます。でこのデータ全部入れ終わったらですね、左上のトレインっていうところを押すと計算してくれますと。でこれでモデルが作られるんですけども、このモデルをですねこのファイルメーカーに入れて計算させるためのスクリプトっていうのがですね、なかなか情報がないんですけども、こちらのサイトが唯一私が参考にさせていただいて大変ありがたく活用させていただきましたので御礼申し上げます。でここのデータのこのスクリプトですね、これを参考にしています。これを後でご覧になってください。それでですねこの方法の場合ですね、変数の設定方法としてこのコンピュートモデルっていうところでこの気象を使うよ、この気象を使うよ、この気象を使うよっていうのを全部こうやって選択していかなきゃいけないんですけど、それをこのぐらいの数あるとですね、もうなんかわけわかんなくなってくるぐらいいっぱいになってくるんで、こんなんか自分が分かるようにと思って日本語で書いたのが間違いだったなっていうぐらいずらずら長くなってしまってですね、目も当てられない状況なんですけども、こういうような感じですね。変数を設定しなければならないっていうことです。
あとですね、つまずきポイントとしては、機械学習モデルを構成するそのモデルの名前を入れるんですよ、スクリプトに。それのモデルの名前をですね、手で入力したりするとスペル間違いとかいろいろあったりして、ファイルが出るのでファイル名コピーしてそのまま貼り付けた方が確実なので、なんで動かないんだろうってずっと考えたらなんかスペルが間違ってたとかですね、そういうことなんで正確にモデルの名前をつけてあげるっていうことが大事です。あと私使ったこのタブラリグレッサーってやつかな、この場合の変数の設定方法、さっきのやつね、コンピュートモデルの組み方、あれがどうやって入れればいいのかっていうのが分かりにくかったっていうところですね。あと画像の機械学習の事例報告っていうのが結構多いんですよ。猫か犬か判定するのがこのファイルメーカーでもできますみたいな情報は結構あるんですけど、なかなかこういう数値をですね機械学習に使うっていう情報が少なくて、すごく試行錯誤しました。あとですね、このヘルプがないっていうのが一番やっぱり、せっかく機能が用意されてるので説明をもう少しあってもいいし、それを活用した事例とかがもしあればぜひそういうのも載せておいて、みんなが使えるようにしていただけるといいかなというふうに思います。それで実際作ったのはですね、非常にシンプルなこんな感じなんですけども、この予測結果と、あと後ろにですね気象データっていうのが隠れてるんですけども、このメッシュコードに対応して予測値を出すというようなことになります。でここではそれなりの予測ができたようです。でここの結果をですね、次に示すと、どうなったかということです。これが赤いところ、緑のところ、青いところ、オレンジのところと4つの証言で、いい感じに当たってるというか、そういう結果になってますと。ただその両端ですね、タンパクが 6.8 以下で低いところ、あと 7.8 以上の高いところ、そういうところの適合率はいいんですけど、真ん中の 7.4 から 7.9 とかですね、そういうところの、適合率がちょっとあまり良くないかなというところでした。で今後ですねデータをいろいろ集めてもっと学習させる量を増やしていかないと難しいのかなとも思いました。で実際これがですね総合的にはこういう適合率なんですけど、地理的な情報で地図に落とし込んでいった時に実測値と予測値が合っていることが望ましいというふうに私どもはちょっと考えていて、その産地での予測がどうなっているのかということを見ますとですね、おおむね実測と予測も同じような色で、ちょっと画面では見づらいのかもしれませんけども、色で分布しています。ただその日本海側とかの海沿いの部分とかですね、特に2020年の画面の2020年の真ん中らへんですね、日本海のところに赤いのが2つポツポツと点があるんですけども、これが青くなって予測されてるとか、その海沿いっていうのはやっぱり海の気象の影響を受けたりもしやすいので、なかなかこういうメッシュ農業気象データっていうのもかなり精度高くはなってるんですけど、やっぱり海側の計算はちょっと難しいのかなっていう印象がありました。でこのようにですね今うまくいきそうだなっていうようなことが分かりましたっていうところです。それで位置情報と移植日が分かればそれに基づいた気象データが入手できて、その出水期も予測できて、その出水期を起算日とした関連気象データを計算することができて、でその気象データをモデルにしたこの機械学習モデルからですね、タンパク質含有率の予測ができる。でこういう仕組みをですねファイルメーカーで実装することができるというようなことの取り組みでした。でこのようにですね機械学習の可能性っていうのはこれからも大きくなりますし、もっとビッグデータいろいろ活用してですね
大きな飛躍が今後も期待されるかなと思っております。でこのようにその早期に予測するっていうのは他の作物のみならずいろんなものにも応用できることかなと思います。でまず実用化のためにはですね、正確なやはりその機械学習といえどもちゃんとしたデータがないとですね、 AI にゴミのデータを入れてもゴミしか出てこないとよく言われますけども、やっぱり AI に学習させるためのデータとしてはきちんとしたやっぱり確実のデータをちゃんと用意して学習させるということが一番大事だということで、そのためにその位置情報とかそのいつ植えたんだというようなことをですね、生産者の方が入力しやすいようなシステムも合わせて開発して、それで生産者の方にちゃんと適正にデータを入れて正しいデータを集めるっていうような工夫も大事だっていうのをこの研究の中で通じて気づかされました。でこのためのツールとしてもファイルメーカー Go を活用すればそういうデータも集約しやすいんじゃないかなということで、今後ですねさらに複数年検証してロバストなこのモデルを構築することが必要だろうというふうに考えております。でここまでいろいろお話しさせていただきましたけども、ゆめぴりかというこういうお米、北海道で今一番推しているお米ですけども、それを生産する背景にはいろんな生産者の努力や北連さんとかそういう流通業者の方々のご努力、またはその私たち研究者、そういった方が一体となって皆さんに安定したおいしいお米を作っていただく、届けたいっていう気持ちでですね生産していますよっていうことをご紹介したくて今日この場に立たせていただきました。でこの場を借りてですね今回このような私の拙いお話を聞いていただきまして本当にありがとうございました。でこれからもですね北海道米ますます飛躍していきますし、本州の新潟のお米に負けないようにですねおいしいお米届けていきます。ぜひ今日この講演聞かれた方はですね北海道のゆめぴりかぜひ買ってご賞味いただければと思います。ありがとうございました。それでは最後にアルガさんの方に締めていただきます。よろしくお願いします。五十嵐さんどうもありがとうございます。時間も迫ってまいりましたけれども、最後に私の方からお伝えしたいことはですね、本当にここ30年近く北海道米本当に美味しくなりました。私が学生時代に初めて北海道に移住した時には、私は基本的にそれほど味についてはうるさい方ではないんですけれども、北海道米を食べた時にこれはお米かっていうくらいの本当にさっき五十嵐さんおっしゃっていたようにすごい味だったんですね。でところが最近は本州に住む私の家族実家の方から北海道米を送ってくれと言われるくらいになった。でその実現のもとには実は五十嵐さんが数年前に私にですね「アルガさん北海道米はねブランドはまだまだ足りないけれども数値的にはもう全国トップクラスだよ」っていうふうに言われて、本当にそれをここ実感してます。でまたここしばらく五十嵐さんからとお話を伺っていると、やっぱり社会実装という言葉をよく五十嵐さんからお聞きするんですけれども、単にこういった我々が使っているようなアプリとかプログラミングっていうのをその場その場で研究だけに使うものではなくって社会に戻していくんだっていうこのスタイルは本当に重要だなと思ってます。で私どももここ数年来北海道のユーザーさんということで農業系の方ですとか、もしくは昨年の科技大の千歳科学技術大学の皆さん、今回図らずも五十嵐さんの方からご紹介いただいたスライドの中に昨年ご紹介した北の農研機構さんのお名前だったりとか、もしくは先ほど五十嵐さんが「いや困ったんだよね」っていう時にも実は科技大さんの研究室蘇我研究室からのご助言をいただいたりとかっていうことで、ある意味オール北海道で頑張ってますという形になってます。最後になりましたけれども、改めまして五十嵐さんに再度盛大な拍手をいただきながら本日の発表を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。